はい、今回はですね、ドラムやってる方、音楽やってる方は、ご存知かもしれませんが、ちょっと悲しいお知らせがありまして、昨日だったかなかの偉大なる、ミュージシャンの一人である、村上ポンタ秀一さん、僕が好きなドラマーの中の一人なんですけども、彼が、突然亡くなったということで、お悔やみ申し上げます。と同時にですね、彼のテクニックの一つとして得意だったものを、一つご紹介します。僕もアメリカに渡っていろいろ、好きな音楽ジャンル一つだけに限らず、ジャズとかブルースとかクラシックミュージックも、いろんなジャンルの音楽を聴いたんですけども、彼のドラムスタイルはBB キングだったり、僕の師であるバーナード・パーディだったり、ファンクブルースのああいった黒人の方の、雰囲気を彷彿とさせる、そんなグルーヴを醸し出す、ドラマーの一人だったんですね。ああいったグルーヴを醸し出すっていうのはなかなか長い年月を持ったり、経験豊かじゃないと、なかなか表す表現できることがないので、とても残念な悲しいお知らせだと思います。そんなわけでですね、一人でも多くこの彼の、教えていたテクニックをですね、後世につなげればという思いでですね、今回は、一つだけご紹介します。彼がよく使ったのはですね、このグリップのやり方ですね。ここに、ライドシンバルがあったとして、普通こういうスタイル、マッチズスタイルで、叩く方がほとんどだと思うんですけども、もしくは、レギュラーグリップがあるんですけども、彼はですね、こういう普通にと、叩くのもいいんですけども、ここからこの中指と薬指の間にかまします。わかりますかね。これが普通のレギュラーマッチドグリップですね。これを外して、これでレガートするわけですね。でこのグリップの何がいいかっていうと、この普通のレギュラーグリップ、これでもいいんですが、これよりもかなり音を抑えたい時、もっと小さい音に粒を揃えてやりたい時に、彼は外すテクニックをご紹介してます。よくクラシックミュージックの世界だとピアニッシモですねとか、もしくはもうほんとごくごくわずか聞こえる程度の音、この音を表現したい時にこういう例えば持ち方を変えるとか、いろんなやり方があるんですけども、そんな感じですね。他にも世界にはいろんなグリップをされている方がいるんですけど、例えばこう持って、でもう一つのスティックを小指とかに持って、2つの太鼓を叩くか、両方とかですね。いろんなグリップの、方法があるので、皆さんも試してみてください。これに限らずですね、自分独自で編み出して何か新しいグリップのやり方、一つや二つだけではないので、やってみるのも、楽しいと思います。というわけで、今回村上ポンタ秀一さんの、テクニックをご紹介しました。